こんにちは。長崎キリシタン機構ナビゲーターのももです。今回は大浦天主堂周辺を巡りたいと思います。長崎駅から向かうので、先にカトリック中町教会に寄っていくとしましょうか。こちらの敷地は、昔、大村藩蔵屋敷があったところです。歴史を感じる佇まいですね。聖堂もとても美しいです。ステンドグラスも素敵ですね。こちらにいらしたら、ぜひ庭の像もご覧ください。トマス西と15殉教者像と、日本26聖人のうちの3少年の像があります。長崎は見どころが多くてちょっと困りますね。それでは大浦天主堂へと向かっていきましょう。大浦天主堂への道は、電停大浦天主堂下で降りて、天主堂を見上げながら坂道を登るコースが一般的ですが、次の電停石橋まで乗って行って、グラバースカイロードという斜めに登るエレベーターで行くのも楽でおすすめです。天主堂やグラバー園の背面に出るような感じで、記念坂を降りながら、大浦天主堂に行くことができます。こちらが記念坂です。遠藤周作は、長崎に来るたび、この坂を朝な夕な登り降りして木葬にふけったということです。天主堂の横顔を見ることができるのもいいですし、遠く海を望む風景も格別です。大浦天主堂は、日本26聖人に捧げられており、彼らが殉教した西坂に向かって建てられています。着きました。大浦天主堂は、幕末の1864年に竣工しました。まだキリスト教禁令が解かれていなかったのに建てることができたのは、長崎居留地に住む、在留外国人のため、という名目で建設されたからです。正式名は日本26世殉教者天主堂。現存するものでは国内最古のキリスト教建築物です。設計指導者はフランス人宣教師のフユーレとプティジャンの両神父で、施工は天草の小山秀之進でした。1933年に国宝となりましたが、原爆によって損傷したため、修復を経て、1953年に再度国宝に指定されたという歴史があります。また、2018年にユネスコの世界文化遺産に登録された長崎と天草地方の潜伏キリシタン関連遺産の構成資産の一つです。中に入っていきましょう。堂内は撮影禁止です。信徒発見で有名なマリア像は、祭壇右手で今も微笑んでおられます。お見逃しなく。さて、大浦天主堂と言ったら、信徒発見ですね。この聖堂は、1864年末に竣工し、翌年2月に祝別されたのですが、その直後となる3月に、浦上村の潜伏キリシタンが訪れて、自分たちもキリスト教徒であるとプチジャン神父に告白したのです。これを信徒発見と言い、世界宗教史上の奇跡、あるいは東洋の奇跡と言ったりします。ユネスコの世界遺産登録に寄与したのは、この迫害から潜伏、復活のストーリーですね。潜伏キリシタンとプティジャン神父との出会いの要となったのが、先ほどの、聖堂内のマリア像です。そのため信徒発見のマリア像とも呼ばれたりします。敷地内にはこの時の様子を描いた信徒発見記念碑とプチジャン司教像、聖ヨハネ・パウロ2世教像などが建てられています。では、敷地内にある旧ラテン神学校の見学に参りましょう。ラテン神学校は、プチジャン神父が計画し、ドロ神父が設計した日本人神父養成機関です。日本初の木骨レンガ造りの建物で、国指定重要文化財です。この旧ラテン神学校と、隣接する旧長崎大司教館長崎県有形文化財の建物が、大浦天主堂キリシタン博物館となっています。内部は写真撮影不可なので、じっくり見学してまぶたの裏に刻みつけていきたいものです。敷地内にキリスト教関連グッズを扱うお店もあるのでよかったら。では、大浦天主堂を後にして、向かいにあるカトリック大浦教会に少し寄っていきましょう。大浦天主堂の拝観が増えたため、通常のミサはこちらで行われています。とても大きく重厚な聖堂ですね。それでは、大浦天主堂前のグラバー通りを下っていく途中、左手に折れると現れる聖コルベ館に参りましょう。この場所は聖母の騎士修道院発祥の地です。建物自体はお土産屋ですが、奥に資料室が設けられています。アウシュビッツ強制収容所で亡くなって、聖人となったコルベ神父のことを聞いたことがあるでしょうか？ポーランド出身のコルベ神父は、1930年に来日、長崎で文書による宣教をしようと、
ここに印刷所を設け、聖母の騎士という機関誌を発行しました。今は聖母の騎士修道院は本郷地の方に移ったのですが、こちらにコルベ神父ゆかりの暖炉などが残されています。暖炉を中心に、コルベ神父の生涯がパネルで解説されています。聖コルベ館が開設されるきっかけとなったのは遠藤周作です。1981年この地を訪れた遠藤周作が、草地に放置されていたこの暖炉を見て、修道士に、大浦天主堂に来る修学旅行生のうち幾人かでも、コルベ神父の話を聞いて感動するかもしれないので、何とかして保存してほしいと訴えて、このように残されることとなったのです。本当に残してくれて感謝ですね。観光客も修学旅行生も多いエリアなので、こちらでコルベ神父に触れ、平和に思いを馳せる機会となることは素晴らしいことだと思います。無料で入館できる上、写真撮影も可としてくれているので、お土産屋さんで何かを買い物をしていくのがいいかと思います。信徒発見など、お話ししたいことがたくさんあるんですけど、他の動画で解説していて繰り返しになってしまうので、よかったらそちらをご覧いただけたらと思います。それでは今回はこの辺で、次回の動画でお会いできることを楽しみにしています。